今回タープを車に連結するというやり方をしてるんですけど、これも初めての試みですね。メインポールがね、250センチなんですよ。250。で、うちのねステキ地がね、2メートル弱なんですよ。そうだね。なので、こっちの方のポールはね、2メートルにしてある。そうするとね、ギリギリ車に干渉しない。めっちゃこのレイアウトいいよね。すごい気に入っちゃった。これね、車中泊キャンプをこれから始めるので、このレイアウトは続けていきたいよね。車中泊にもいいね。でしょ？すぐ寝れるじゃん、ここで。そうなんですよ。で、網戸すればいいしさ。ということで、まずはタープ問題ですね。そうですね。小さくてもいいので、TC は絶対持つべきかなってちょっと思いました。タープでした。タープでした。はい。テント問題なんですけども、私たちは DOD のカンガルーテント M を使用しています。コットン 100% のテントです。4面メッシュになっているので、私たちはカヤテントって言ってるんですけど、呼吸をするテントなので、通気性がめちゃめちゃいいです。弱点といえば服の中、布の中にいるっていう感じなので、湿気には弱いです。でも、呼吸をするので、通気性のいいところ、そして日に当てるとすぐに乾くので、そういう部分では別にそんなに困ってはいないし、特にデメリットとも感じてはいないです。メリットの方がでかいですね。で、どうしてそのカヤテントにしたかというと、タープの下で過保護張り、すっぽりそのタープの下に収まるように、カヤテントの中で夏は過ごすということを目的として、すぐに買いました。そのカンガルーテントは冬のツールームテントの中で過ごすためにもいいと思って、夏も冬もオールシーズン使えるテントなので、これは本当に買ってよかったなと思います。大活躍してる。大活躍。一年中使ってる。結露もしにくいんだっけ？しにくい。湿ることはあっても呼吸をしているから放置してれば勝手に乾いてるっていうというテントですね。で、そして何よりワンタッチテントなので、設営も撤収もすごく楽で、もうメリットしかない。これは本当ね、夏の暑い日の設営にはもってこいで、設営が簡単っていうのがベストだよね。夏はね、とにかくもうね、さっさとね設営してね、さっさと休みたい。そういうこと。サイズはね、210、210の正方形なんですよ。M サイズなので。S サイズだと横の幅が150なんですよ。長さが M と同じ210なんですよ。正方形なんだね。そう。なのでダブルサイズのインフレーターマットが入るというサイズが本当に寝るだけのためのサイズしかない。多少なりと荷物も置きたいので、なので M サイズを選びました。で、カンガルーテントの中の寝具なんですけど、やはりみんなもう絶対取り入れてるだろうなと思うんですけど、冷感マット、これはね絶対外せないなと思いました。ですね。で、ちょっとタオルケットとか肌掛けとか、もうそんなんで十分かなって。標高の高いところに行ってればまたちょっと話は別かもしれないんですけど、下も冷感マットでかけるのも冷感マットっていう感じですね。でもそうは言っても、いくら真夏って言っても、やはりね、夜はね多少冷えるんですよね。高原だと特にね。なので、ちょっと1枚多めに対策をしつつ、基本はやっぱり肌掛けと冷感マットだけで十分かなと。初めてのキャンプの時に荷物をねたくさん持ってきてたんですよ。結構ね、たくさん荷物あったよね。で、設営にも時間めちゃめちゃかかってたし、何がね必要で何がいらないのかっていうのはよく分かってなかったので、例えばね、電池なんかもすごい大量に持ってきて、すごく重たかったんですよ。替えの電池いっぱい持ってきてた。そうそう。で、夏なのにお座敷をしようとしたりとか、とにかくねフル装備でね来ちゃったんだよね。で、荷物もパンパンだったし、よくスペーシアに乗ったなって思うくらいパンパンだったんですよ。で、とりあえずひとまず全部出しちゃって全部設営してて、そしたらあっという間に夕方になっちゃって、その間あんまり水分も全然取ってなくて、それもいけなかったね。休もうとはせず、
とにかくもう最後まで全部設営をしなければいけないんだっていう頭があったから、もうそれから2回目のキャンプからとにかく圧倒的に荷物を減らすっていうことばっかり考えてたね。はい、ということで荷物を減らす話ですね。いくらその TC タープだとか仕掛けを作ったとか、カンガルーテントでカヤテントを作ったと言っても、やはりその設営をする時の段階でもう直射日光に当たるので、まずその体を冷やすアイテム、今首に巻いてるんですけど、実はこれそんなにね長持ちしないんですよ。あっという間にぬるくなっちゃうけど、だけど設営のだいたい30分ぐらいは長持ちするよね。だから荷物を減らしてタープなんか割ともう10分ぐらいで貼れると思うので、でカヤテントもワンタッチテントで、長持ちするよね、そういう風に考えたら。ちょっとぬるくなったらまたクーラーボックスとか冷蔵庫に入れとけばすぐ冷えるし、そうだね。あとね、今もうブンブン回ってる扇風機、充電式を今回からちょっと導入しました。首振り式がいいね、やっぱりね。一応首も振ります。あとはね、これね、紫外線カットするもの1枚。これね、これ涼しい、やっぱり。これもね、失敗したんだよね。私よりもどっちかっていうとケイちゃんなんだけど、暑いからって言ってタンクトップで過ごしてたんですよ。そうだね。最初の。この方ね、いつもね、夏はね、タンクトップとね、短パンで過ごしてるんですよ。で、山下清ファッションなんですよ、いつも。山下清です。で、キャンプでもうそのスタイルで来ちゃったんですよ。そしたらもうまんまともう体がめちゃめちゃ焼けて、焼けました。そして夜もずっとほてったまんま、しばらく日焼けで眠れない夜を過ごしました。そうなんですよ。で、実はこれもう重ね着して暑いだろうって思うかもしれないけど、これで日差しをカットすることによって肌を守るのと熱から守るという意味では大切なウェアだなと思いました。私今日 T シャツの下にこれと冷感スパッツを履いてるんですけど、暑いように見えて実はそんなに暑くないです。なるほどね。冷感スパッツね、すごくいいなと思いました。これもね、汗を吸うとこれがねヒヤってするの。なるほど。それでヒヤッとするわけか。なんならもうここはもう水濡らしてもいいんじゃないかぐらいな。で、気化して勝手に乾いちゃうので、ちなみにこれワークマンです。めちゃめちゃ安いからね、おすすめだよ。これもワークマンです。そうだね、最近買ったね。肌は露出しないが一番大事。露出狂の皆さんは気をつけてください。はい。私の天敵、虫です。夏はすごいね、いろんな虫出てくるね。今日もいろんな虫出てきてますけど。虫嫌いなのにキャンプしている。そう、虫はもう避けられないです。まずその自分の体に振りかける虫除けスプレー、これは必須だよね。で、そして蚊取り線香。うちはね、なんかね、匂いがするお香みたいな、いい匂いがするやつ。今日はねローズ系なんだけどね、いつもはねキャラの香りを使ってます。お香大好きなんで、まあね、必ず自分のいるもう中心から蚊取り線香でこう囲うように設置するのがバリアを張る。それが大切みたいです。で、あんまりねやりたくないんですけど、地面に振りかけるスプレー、一応買ってますけど、それはあんまり振りかけないけど、あまりにも虫が多い時はぐるっと一周設営する前に振りかけてます。そんなには使ってないので、実は全然減らないです。一応買ってます、対策として。虫対策といえばやっぱり蚊取り線香と自分にかける虫除けと、あとはスプレー、地面に振りかけるスプレーぐらいですかね。はい、次は食材の保冷問題。保冷問題大事ね。これね、私たち最近車載冷蔵庫を買いました。
なぜかというと、これから本州遠征を考えてまして、何日間かかけて麓っ腹に行く計画をしているので、保冷問題があるので、クーラーボックスだけだとね、1日2日ぐらいしか持たないからね。なので、私たちはその車載冷蔵庫でこれを冷凍庫にセットしてます。で、中に保冷剤を凍らせていて、ソフトクーラーの方で保冷剤を入れ替えてます。なので常にここはいつも冷えてる状態。そうやってやりくりしてます。実は今日は冷凍にしてるので、アイス買っちゃった。はい、キャンプでアイスクリーム夢でした。そう、アイス買っちゃった。後で食べます。後で食べます。これも一番買ってよかった。買ってよかったね。アイス食べるために買ったような冷蔵庫だね。でかい高い買い物や。高い買い物や。ということで、冷蔵庫はね、パワーアーク。パワーアークっていうらしいんですけど、ポータブル電源で結構有名らしいですね。そうみたいだね。で、これ25リットルあるんですが、大きすぎず小さすぎずで、一番使い勝手がいいかなと思ってこれを選びました。これ以上ね、大きくなってくると、いくら車がちょっと広くなったとはいえ、積載問題が出てくるのと、車中泊でそんなでっかいの邪魔やなって思って、ちょうどねこの半分使うぐらいがちょうどいいかなって。寝床も確保しないといけないということで、これぐらいの大きさがいいかなと思って。色とサイズでこのパワーアークを選びました。今のところ問題ないです。次はやっぱ食事問題です。夏は汗とか流してミネラルとか奪われていくので、クエン酸とかね、お酢をね効いたものとかレモンとか、体にあまり負担をかけないような食べ物。うちのね今回のメニューはね、夏に負けないメニューなんですけど、豚肉と柑橘系と、そして野菜と蜂蜜と、そしてレモン汁とでオリーブオイル、これがねやっぱ夏にねとてもいい。そしてね冷や汁、宮崎といえば冷や汁、これね本当に理にかなってる食べ物だなと思って、中に入ってるものはね、大元は味噌なんですよ。で味噌とだしと魚入ってるんですけど、それはね各家庭でねそれぞれ違うらしいです。例えばアジの干物だったりサバだったり、あとはいりこだったりいりこだしだったり、いろいろなんですけど、うちもねアジの開きをほぐして入れたり、サバ缶使ったりで、いりこを炙って一緒にごまとすって粉々にしてだし代わりにしてその魚入れたりとかいろいろしてるんですけど、今回はサバ缶です。私宮崎に越してきて冷や汁というものを知らなかったんですよ。で最初猫ママだと思ってて、なんだこれと思ってたんですけど、日照時間が長い宮崎で、例えばお百姓さんとかね、庭仕事をしている人たちとかのお昼ご飯サラサラっと食べて、ですぐにまた仕事に向かう、で炎天下の中で仕事を作業している人たちにとってはとても最適な食べ物なんだなって。味噌、とにかく味噌、そしてきゅうりで、タンパク源の豆腐で、みょうがでしょ、でしそでしょ、ネギでしょ、すぐに食べられて、で体をクールダウンさせてエネルギーをすぐに補給するという食べ物としては本当に宮崎としては最適な食べ物で、最初はやっぱり農家さんが考えた食べ物なのかな。じゃあそれはちょっとそこまではわからないけど、でも外で仕事をしている人たちが苦肉の策で考えた食べ物なんじゃないかなって勝手に想像している。太陽に負けない食べ物だなって思う。この夏をまた乗り切りましょう。で楽しいキャンプをしましょう。それでは、2年目突入した、それで夏2回目を迎えたいちかスタイルですが、我が家流の夏対策を、お送りしました。それぞれね夏対策、みんなねご家庭によってね違うと思うんですけど、私たちの夏対策が少しでも参考になればいいなと思っております。また自分たちはこういう夏対策をしているよという話が、あれば、コメントで教えていただけるとありがたいです。ということで、我が家の夏対策でした。それでは次回の動画でお会いしましょう。いちかスタイルでした。ペコリー